ご相談のお手紙に答えながら、そのマシンを見ていくっていう。本当にふざけて手紙書いてよって言ったら、本当に書いてくれたんですよ。初めて作ってみたマイマシンですが、いろいろ不調でどうしたらいいかがわからなくて、ぜひ開発の K さんに車体の健康診断をお願いしたいです。細かいパーツを取り付けようとすると、全然うまくはめらず。これはとにかく動かせるマシンにしていただきたい。何とぞって書いてあります。フロントガラス。これ何があったんですかこれ。ちょっといつも通り持ち上げようとしたら、ズボってなっちゃったんですよ。これ。ほぼ着地しちゃってるんですよ。こうやって押しても、普通これぐらいで、これ上がりすぎか。で、ちょっと持ち上げようとしたときに、ちょっとリバウンドって言って、ちょっと浮く。それからタイヤが持ち上がる。これわかりますよね。このストロークがない状態まで落ち込んじゃってるんで。ここはリーフスプリングの調整が必要になるんじゃないかなと思います。コードの出具合がですね、すごい短くなっちゃうんですよね。これもちょっと後で一回分解して直すときに調整しましょう。これは、はい。トリムですね。トリムが、これ、長くなるぞ。この動画。トリムが。これでポインっすわ。はい。ですね。これだけでほんとだいぶ違いますよ。こんにちは。レイト開発の経営です。今回の動画ですね。今までにちょっとないパターンなんですけど、超初心者の方からのご相談のお手紙に答えながら、そのマシンを見ていくっていう動画になるんですが、その超初心者の方っていうのが、誰かというと、うちの社内のスタッフです。うちの社内の女性スタッフなんですけど、普段携わってる業務がですね、全然ラジコン触らないんですよ。で、結構チャレンジ精神旺盛な女性なので、私も作ってみたいですって言ってもうちょっと見えてますけど、このジムニーをですね、カスタムしたんですよ。で、メタルアップグレードパーツセットがなんとついてます。今、これですね。もうちょっと見えてますね、これ。ついてます。で、これを作ってみたところ、メタルアップグレードパーツセット組み立てて組み込んだことがある方はわかると思うんですけど、RC カー初心者ですっていう女性が、普段工作とかも全然しないんですよ。しない人が、メタルアップグレードパーツセット組めるのっていう。まず驚くと思うんですけど、その社内の女性スタッフが、ちょっとなんかいろいろなんていうのかな、やってみますって言って、大丈夫って言って、じゃあちょっと頑張ってやってみなよって言って、やりましたと。これ、色も塗ってあります。それを聞いて、まず僕は驚きました。驚いて、で、いろいろ話してるうちに、やっぱりうまくいかない部分がありましたと。で、じゃあ、なんか、お手紙相談みたいな感じで、手紙を添えて預かってあげるよみたいな。ふざけて言ったらですね、これこの可愛いポストカードですね。これに手紙をこう書いて、これに添えて、こうやって。で、ウッド社長とイベントで会う時があったんですけど、その時にウッド社長に持たせてくれてですね、この、ラジコン本体と、このお手紙を。で、持ってきてくれたというか、ウッド社長が持ってきてくれて、で、僕が預かったと。で、今ですね、この手紙とマシン本体が僕の手元にあるので、社内の人のやつなんですけど、動画、せっかくなんで、動画にしたら面白いかなと思って、この動画ですね、撮ってます。はい。じゃあちょっと前置き、説明が下手くそで前置き長くなっちゃったんですけど、早速ですね、この開発の K さんへっていう手紙いただいてますので、本当にふざけて手紙書いてよって言ったら、本当に書いてくれたんですよ。で、これをちょっと読んでいきます。はい、開発の K さん、こんにちは。レイウッドで
レイウッドに勤めているけど、RC カーが超初心者です。名前を出したくないぐらい恥ずかしい。名前は伏せてほしいそうなので、名前は出しません。で、初めて作ってみたマイマシンですが、いろいろ不調でどうしたらいいかがわからなくて、ぜひ開発の K さんに車体の健康診断をお願いしたいです。はい。で、Q1 って書いてありますね。質問1。プロペラシャフトはネジロック剤をつけて芋ネジを締めたつもりでしたが、なぜかすぐ取れてしまいます。どうしたらいいですか？なるほど。あ、それで取れてたんだ。ここにちょっと置いてあるんですけど、さっきこれ持ってきたんですよ。これ持ってきて、ちょっとやっぱ軽く見たんですね。動画撮る前に。で、裏返したら、ここがあららってなってたんですよ。で、おかしいなと思って、これを運んできた車の車内探したらですね、これが落ちてました、ちゃんと。これのことかな。多分これのことですね。じゃあまず一旦全部読みましょうか。今のが質問1。で、Q2 って書いてある。質問2ですね。質問2が、細かいパーツを取り付けようとすると、全然うまくはめらず。これはうまくはめられずってことですね。全然うまくはめらず。うまくはまらずはめられず書いてあるのは、うまくはめらずって書いてあります。で、結局、パーツの棒、パーツの棒を全部切ってしまい、ワイルドですね。パーツの棒を全部切ってしまい、接着剤で無理やりつけました。私が何か間違っていますかね？間違ってはいないですよね。やっぱり、この工作とか何でもそうですけど、その人ができる範囲で、こう、工夫を凝らしてやる分には、もう間違いなんてことは基本的にはありませんので、もちろんとんでもないことをした、危ないことをするのは間違いですけど、これぐらいは全然間違いじゃないですね。自分なりに工夫しました。で、このやり方がありですか？ありです、ありです。ありですよ。逆に、上級者の方がやるぐらいですよね。例えば、ちょっとないけど、上級者の方なんかは、このウィンカーレンズとかディテールアップのために、はめ込む場所、爪とか、棒になってる部分とか、切り飛ばしちゃって、あれですもんね、後ろこう、ヤスリで鳴らして、で、こう、裏から銀色とか塗って、で、なんていうんですか、こう、半透明だと向こう側の造形がいろいろ見えちゃうじゃないですか。それを隠すために、後ろ側全部平らにして、銀色に塗って、で、表からはクリア吹いてみたいな。そういうことするぐらいですので、全然ありですよね。はい。で、最後に、要望。とにかく動かせるマシンにしていただきたい。何とぞ。って書いてあります。じゃあ、こういうですね、お手紙、ちゃんといただきましたので、しっかりですね、まあ大変だったと思います。本当に。初めて、こう、特にメタルアップグレードパーツセットですね。これを、こう、組み付けるっていうのは、本当に大変だと思いますので、ちょっと暗いです。カメラ、すいません。今までちょっと暗かったかもしれない。ちょっとカメラの設定が合ってなかったです。どれぐらいにした方がいいかな。明るすぎかな？まあ、いっか。ちょっと黒いとこ映すんで、すいません。今ちょっと明るくしましたけど、ちょっと見にくい場合もあるかもしれませんが、ちょっと明るい感じでいきます。はい。このメタルアップグレードパーツセット。ちょっとさっきも言いましたけど、これ初めて組むってなると、まあ、相当大変ですよ。慣れてる人でも結構苦戦すると思います。で、これを、ちゃんと組んでますと。で、ちょっとそうそう。パッと見で、おーっていうのがあってフロントガラス、これ何があったんですか、これ。とにかく走るように、動くようにしたいって言ってるってことは、まだね、そんな、ビューンって走らせたりしてないと思うんで、パッと見、事故ったかなって感じですけど、走ってなくてこれってことは、多分この、ジムニーのオーナーさんの手によって、
あれですかね、こうはめようとして、ズボって行き過ぎちゃったみたいなことが予想されますけど。これ、わかりますこれ。めり込んでます。で、そうそう。で、ここでもう一個目につくのは、ワイパーですかね。ワイパー一本ないよっていうのが、ちょっと気になるところかなと。で、これはなんだろう。なかったのかな、たまたま。多分ね、普段のいろいろ見るに、その子はですね、このウィンカーレンズぐらいは平気で全然両方なくしちゃうでもおかしくないかなっていう、そういうキャラなんで、それか単純に付け忘れたのか、なんですかね。無理やり接着しましたとか言ってたやつのうちに含まれるのであれば、ここ無理やり接着してどっか取れちゃったのか。でも接着剤の後ないから、付け忘れかな。で、そう。あと、これボコって浮いてるんですけど、わかりますかねこれがですね、さっき、やっぱり撮影のために運ぶじゃないですか。で運ぼうと思って、ちょっといつも通りこう持ち上げようとしたら、ズボってなっちゃったんですよ、これ。うわーっつって。これは、ちょっと、あれですね、ちゃんと取り付けないと危ないですね。こう、持とうとした時に、やっぱこの辺持つじゃないですか。これズボってなっちゃう。これはちょっと、あれですね、ちょっと懐かしいですけど、もう1年前、2年前の、まだまだど素人だった頃の、ウッド社長をちょっと彷彿とさせますね。思い出しますね。最初の頃、よくウッド社長のマシンをこう、何気なくこう持とうとすると、こういう風になるっていうのが、ほんとよくあったんで、なんかそれをすごい思い出しますね。なんか、本当にこの、ここもそうですね。こういうところとか、ここちょっとこっちだけバカって外れかけてますけど、このちょっと粗さが昔のウッド社長を本当に思い出すオーラを醸し出してます。はい、ちょっとまた明るさ直して、この車体の、オレンジですね。オレンジがよくわかるようにしたんですけど、なんかちょっとすいません。最初から粗探しばっかりみたいになっちゃったんですけど、これすごい感心してるところもありまして、塗装ですね。ちょっとこれ、見えづらいかな。まず、遠目だと、綺麗にこのオレンジですね。よく塗れてると思います。黄色とかオレンジって結構、均一に綺麗に塗るの難しかったりすると思うんですけど、まだ全然慣れてない人がですね、こう塗ってみたっていうのでいくと、十分綺麗に塗れてますし、こう細かいところちょっと塗ってあるんですよ。ここ本当は黒いパーツなんですけど、こうシルバーに塗ってあったりとか、このドアヒンジのところですね。で、多分ここは苦戦したんじゃないかなと思うんですけど、このミラーも頑張ってちゃんと付けてありますし、ここ結構むずいじゃないですか。取り付けるの。コツが必要なんですけど、もうちゃんと付けてありますし、あと、危ね。持ち方気をつけないと。人のマシン持つとき、このお腹持つのが一番安全ですよね。お腹持って、で、この、汚し塗装の前に、これ。スモーク風の塗装がしてあるんですよ。このガラス。本当はこのフロントガラスみたいに透明じゃないですか。なのに、こことここと、あと後ろもかな。後ろは透明のままか。ここが、横のところですね。ここが、スモーク、クリアブラックですかね。ちょっと、塗料はちょっと詳しくわかんないですけど、この半透明の黒で塗ってあって、スモークっぽくなってる。で、この汚し塗装。汚し塗装も、初めてやったにしては、どうですか？悪くないですよね。こんな感じで。雰囲気は出てると思うんで。いいですね。やっぱり、このルーフ、屋根のところも汚し塗装してあるんですけど、やっぱジムニーは、ちょっとね、汚れてるぐらいの方が、かっこいいというか、可愛いというか、雰囲気出ますよね。で、バンパーも変わってますと。頑張ってますね。いいと思いますよ。はい。やっぱりこの、初々しさのあるマシン、いいですね。なんか、ロゴが入ってるし。R っていう。これちなみにその方のですね、
イニシャルの一つなんですけど。でも、レイウッドの R？ いや、本人の R かな。ちょっとわかんないですけど、R って入ってます。はい。なので、ちょっと最初、荒探しばかりみたいになっちゃったんですけど、頑張りましたね、と。結構いいんじゃないですかっていうところも、いろいろあります。じゃあちょっと、気になるところ、実際にこう、必要に応じてばらしたりしながら見ていきたいと思うんですが、あ、もう一個あるな。これ、リアのストロークがですね、こう、ほぼ着地しちゃってるんですよ。こうやって押しても、普通これぐらいで、これ上がりすぎか。普通これぐらいですね。で、ちょっと持ち上げようとしたときに、ちょっとこう、リバウンドって言って、ちょっとこう浮く。それからタイヤが持ち上がる。で、置いたときに自重でこれぐらい沈む。っていうのが理想かなと思うんですけど、で、押したときにこう、ポヨン、ポヨンってなる。上に少し余裕がある。で、これが置いた状態。押したときに十分ストロークする。これが理想かなと思うんですけど、ちょっとこれ、こう、これわかりますよね。このストロークがない状態までこう落ち込んじゃってるんで、ここはリーフスプリングの調整が必要になるんじゃないかなと思います。フロントはまあもうあんまり問題ないかなと思うんですけど。これぐらい、ちょっと、もうちょっと突っ張ったのかな。結構大きいところが、これですね。これ。あと、そうだ。これちょっと、この音、ガタガタ言ってるんですけど、これですね。ダッシュボードが全落ちしてます。ポコって。ちょっと暗くて見えないかな。わかります？ここに、ダッシュボードここにはまってなきゃいけないのが、ポコって全部落ちてます。はい。これはしっかり取り付けた方がいいですね。じゃあ、ちょっと順番に見ていきたいんですが、一回ちょっと動かしてみましょう。一回動かしてみます。これちょっと、バッテリーの線も、あれですね、多分ボディ塗って戻すときに、ちょっと気を使って戻さないと、このコードの出具合がですね、すごい短くなっちゃうんですよね。これもちょっと後で一回分解して直すときに調整しましょう。ちょっとコードが短すぎて取り付けづらいですね。はい、つきました。送信機ですね。送信機オンにして、スイッチオン。大丈夫かな？爆発とかしないかな？スイッチオン。さすが、ライトはつかなく、ライトはつかなくなってますね。で、ペアリングして、これは、はい。トリムですね。トリムが、これ、長くなるぞ。この動画。トリムがですね、これ、これトリム調整ですね。これ今、曲がってるじゃないですか、タイヤが。このタイヤ、車体に対してタイヤ曲がってますけど、これをですね、このトリム調整で直しても、この方が見やすい。トリム調整ですね、これを回して直しても、これ今、トリムいっぱい右まで切りました。これでも、ちょっと左向いてるんで、タイヤが。これは、要調整ですね。ちょっと、調整が必要です。で、一番怖い、アクセルをオンにします。オンにしたらね、これバラバラバラってなるのかな。まあいいか、ちょっとゆっくり回してみましょう。お、いけたいけた。あ、でも動いた。もちろん、こっちのプロペラシャフト飛んでますので、どっか行っちゃってますので、リア駆動か。リア駆動になっちゃってますけど、これ最初の頃のウッド社長より全然まともっすよ。最初の頃のウッド社長のやつ、これも結構すごい音してたんで、結構ちゃんと動きそうな気がするな、これは。はい。じゃあ、ちょっと、ボディは一回外しましょう。外して、
ちゃんと動くようにしてほしいですってことだったんで、ダッシュボードが取れたままだと、この、フロントガラスですね。フロントガラスがこの、ひん曲がったままでは、ちょっと、良くないので、ちゃんと走れる車にするっていうことで、そこも、まず直して、で、どうせボディ取るので、その時にですね、駆動系もちょっと見直してっていう風にしていきたいと思います。はい、じゃあ一応、人のマシンをお預かりしていじりますので、丁寧に、こちらのロール、ペーパーウエスか。ペーパーウエスをですね、引いて、優しくやっていきましょう。これで傷ついたりしにくくなりますので、じゃあスイッチオフ、バッテリー抜く。いやー、バッテリーこれちょっとさっき短かったから取れないな、多分。取れないんで、このまま、このちゃんとオフにしましたっていうのがあるので、このまま、あんまり良くないですけど、皆さん本当はバラすときバッテリーちゃんと抜いてくださいね。これ、全然抜けない、取れないと思うんで、今回はこのまま一旦バラします。じゃあギアはここガバガバでしたけど、ガバガバでしたけど、バンパー取りますか。一旦ギアバンパー取って、あとは、どこがついてるんだ？ここか。この2本しかついてないじゃん。やるな。これ取れちゃうんじゃない？取れちゃいますね。はい、取れちゃいました。あ、そう。まずこれ抜きましょうね。作業の時は。危ないので。最優先で、このメンテナンスの時はですね、走行バッテリーを外します。で、基板から、あれ？さっきライトつかなかったけど、これ刺さってるじゃん。なんでだろう。まあいいか、後で見ましょう。これ抜いて、で、これですね。バッテリーのコネクターを外します。これでボディとシャーシが分離できました。じゃあ、ちょっとまず楽しそうなボディの方から直していきましょうか。これは初めて見ましたよ。このクニョンは。で、ダッシュボードも外れてますので、このボディはちゃんとついてるのかな？こっちはついてない。これはあれですね。ここのネジを止めてないと、ガバガバになっちゃうんですね、ここは。ここはちゃんとネジが止まってました。偉いですね。じゃあ、外して、はい、これでいけると思います。こうですね。あれ？ LED ついてるな。はい。で、さっき言ってたのはここですね。これが、こっちが長すぎるんですよ。で、こっちが全然足らなくて、バッテリーの取り付けとか取り外しをするときに、コネクターが全然アクセスできなくて、すごいやりづらいっていう風になっちゃうんで、これはですね、ちょっと目についたとこから入れちゃいますか。これは、ここもちょっと途中からはみ出ちゃってるんで、ここにちゃんと出口があるんですよ。ここに。ちょっとやってみますね。こっちは大丈夫です。ちゃんと出口から出てるんですけど、これはちゃんと収まってなくて、じゃあ、ここ、外しますね。ここ外して、今こっちちょっとあえて残しておきましたけど、こうなるじゃないですか。こうちょっとしならせて、こうやって収めるんですよ。そうすると、どこにも挟まってないんで、ちょっと引っ張ったら、ちゃんとこっちに来るんですよ、これがこうやって。この感じです。ここはみ出ちゃった。すいません、ちょっとここはみ出てましたね。ここもちゃんと収めて、こうですね。これで、どこにも引っかかってないんで、こうやって引っ張ったら、動くんですよ、ちゃんと。この状態が望ましいですね。
で、さっき外したネジをここに戻していきます。もう一応締め付け具合見て。はい、いいですね。はい、OK です。ここは OK です。で、さっき外れてた、これですね。これは、多分、ここの爪がしっかりはまってなかっただけだと思うので、こうしっかりはめてあげて、まあそんなに強くないんで、この爪。一旦なんていうんですか、こう、一応こうはめてあげたら、一応これぐらいはくっつくんですけど、強く引っ張ると取れちゃうんですよ。なんで、あと向きによってか。こういう風にすると簡単に取れちゃうんですけど、一旦ここにこう、爪が引っかかってるかなーっていうのを意識しながら戻してあげる。で、ここにポッチがあるんで、ここの穴にそのポッチを入れてあげる。そうすると、一応ある程度こう固定されます。で、このまんま綺麗にガボって収めてあげれば、こう全然取れなくなるんで、まあ、そこがコツっていう感じですかね。で、すごい面白かった。このガラスですね。これは、すごいな。どんな力で押したのこれ。その人ですね、よく物壊すんですよ。社内でも結構有名で、結構バカ力で、ふんって何でもやっちゃうんですよ。よく壊しちゃって、ウッド社長に、またかよ。よく、怒られてます。どうやってはめたのこれ。どうやったら取れるの怖っ。割れそうで怖い。ちょっと、このままこっちに押そうと思ったら全然無理だったんで、手前に戻しますか。手前に。ああ、いった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 。戻りました。これで、ちょっともう癖がついちゃってますね。うまくはまるかなあ、いけるか。これはちゃんと、こうやって、力いこうか。はい。ちゃんとはまりました。いいですね。で、ワイパーぐらいはあったと思うので、はい。ワイパーはね、探したら出てきました。これつけといてあげましょう。あ、で、あれか。質問にありましたよね。うん。クエスチョン2で、細かいパーツを取り付けようとすると、全然うまくはめられず、結局パーツの棒を全部切ってしまい、接着剤で無理やりつけました。まあ、これはこれでいいんですけどね。ここもちょっと難しかったのかなっていう可能性がありますので、一応ちょっとやり方というか、こんな風にするとうまくいく場合もありますよっていうのを紹介しておきます。まず1個目は、その、角度で入らないっていう場合もあるので、こう四角いじゃないですか。ここの場合、こう四角くて、で、こっちの穴も四角いので、そこにこう、向きですよね。向きがちゃんとうまく収まってないと、当然入りづらいっていうのがあるので、それをちょっと工夫しながら入れてみるっていうのを、まあ、ある程度根気よく、慣れないうちはですね、ある程度根気よくやってみるっていうのも、まず大事な点かなと思いますが、それでもすごい入りづらい時あるんですよ。実際これどうなんだろう。こう四角の向きをちゃんと合わせる。なおかつ、ここ斜めの面に対してこう斜めに入れなきゃいけないんで、その向きも気をつけながら入れるっていうのが重要なんですけど、結構きついかもしれない。はまんないことはないけど、ちょっときつめですね。じゃあこういう時、特にこの塗装してあるじゃないですか。塗装してあると、そのわずかな塗膜の厚みでですね、余計入りづらくなるってこともあるので、その時によくやってる方法をちょっとご紹介します。じゃあまず、1個目。この WPL のラジコン買うと、
付属してくるこの謎のドライバーあるじゃないですか。謎のなんて言っちゃいけないですね。仮のドライバー。もちろんこれ、仮のやつなんで、どうしてもない場合はこれでやるっていうので、まあ基本的にはちゃんとしたドライバーを使っていただきたいんですが、これがですね、なんかこういう時ちょうどいいんですよ。こういうところにこうやって入れて、こうほじほじみたいな。ちょっとこじってあげて、強くやっちゃダメですよ。で、ちょっと広げてあげる。これは結構いろんな穴に使えます。例えばこういうところの穴がちょっときつくて入りづらいなっていう時も、これをちょっと入れて、グリグリグリってやってあげると、ちょっと広がるんで、それで入りやすくなるっていうことが結構多いです。これがまず1個目ですね。もう1個は、身の回りにある、この穴をですね、ちょっとこじって広げれそうなもの。今、たまたまこれがあったらこれでやるって感じなんですけど、これもポイって捨てちゃってる人も多いと思うんで、その場合にはですね、例えばピンセット。大事ないいピンセットは傷めちゃうといけないんで、そこはちょっと、なんて言うんでしょう、気をつけてやってほしいんですけど、これをですね、こう入れるじゃないですか。これでちょっとグリ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 。そうすると、ちょっと広がりますよね。で、一旦ちょっとこの状態でやってみましょうか。これで、入れてみます。これで入りましたね、一応。こんな感じで。入りました。無事入ったんですけど、そんな感じでやるか、まあ、あと、工作普段、いろいろやってていろいろ動画あるよって方は、もちろん、ヤスリでやるのが一番スマートだと思います。例えばこう、丸棒ヤスリの先が細いやつで、こうギコギコギコだったり、あとは角とか三角でもいいと思うんですけど、とにかく先が細いやつ。で、ここを少し広げてやれそうなやつでギコギコギコみたいな。もちろんそういうのを持ってる方は、それでちょっと広げてあげて刺せばいいと思うんですけど、まあ、こういうのを持ってるような方は全然自分で気づいてやれると思うんで、まあ一応やり方としては、そういういろいろなやり方があるんですけど、まあ、とにかくここを大きく傷めないように気をつけながら、なんか拡張できそうなやつを突っ込んでこじる。で、ちょっとガリガリってやったり、ギコギコってやったりして、特に塗装の塗膜が厚そうだな、それのせいできつくなってそうだなっていう時は、塗膜をちょっとそこで落としてあげるだけでも、入りやすくなったりするんですけど、ちょっと塗装してる場合は気をつけてほしいのは当然、塗膜がそれでこじった時にバリッとか言って、そこ取れちゃいかんっていうところまで塗装が取れてしまうこともあるので、そこはちょっと注意しながらですね、やっていただきたいんですけど、特に足付けっていうとこヤスリでこすって、塗装がよく食いつくようにしてあれば、よっぽど大丈夫だと思うんですけど、結構もう、何もせずに、いきなり塗装吹いてますみたいな場合は、結構剥がれやすかったりしますので、実際これ今見たら結構剥がれてるな。もしかしたらちょっと足付けとかしてないかもしれない。あ、これ見えます？ここ。ちょっとここ、多分これね、爪でガリガリってやったら結構剥がれちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっと今たまたま話それて、足付けの話になっちゃいましたけど、はい。足付けとかしっかりしてあれば、よっぽどこじったりしても大丈夫だと思うんですけど、その辺自信ないなっていう場合は特に気をつけてこじってもらった方がいいと思います。はい。じゃあ、このワイパー無事つきましたと。ここはね、ちょっとぜひ、今回宿題出したいな。ぜひね、ウインカーは、車内に転がってると思いますので、ちょっとウインカー見つけてっていうか、これ多分これについてたはずなんで、それをちゃんと探してですね、ウインカーを、クリアオレンジ、またはクリアイエロー、好きなやつでいいんですけど、それで塗ってみてください。あ、ここスモークにしてるから、スモーク色でもいいですよ。スモークで塗ってもいいと思うんですけど、何かしらクリア系のカラーでちょっと塗ってみてください。で、合わせて、その時に最初の方で外したこのバンパー。これがですね、まだ未塗装の状態なので、これもですね、まあ、付属のシールを貼ってもいいんですけど、で言うとシャインですから、ちゃんとエアブラシで
塗ってみましょう。で塗るとどうなるかっていうと、ちょうど今、その辺にあったやつで、塗ったやつがあったのを持ってきたんですけど、こうなるんですよね。こういう風に。こう、クリアで塗り分けてあげると、こういう風になるんで、これはぜひチャレンジしてほしいですね。ウィンカーもこんな感じで、こう塗ると、やっぱりね、いいですよね。こういう風に、ぜひ、こう、塗ってみてほしいです。ここも。今回のバンパーこれないからいいな。これですね。ここと、ここ、R さん、塗ってみてください。はい。じゃあ、これでちょっと組み立てていきたいんですが、そうだ。これですね。ここは多分はまってないだけ？これね、そうですね。ここにスリットがあるんですよ。見えづらいですね。ここに縦にスリットが入ってて、そこにこのパーツがめっちゃピント合わないか。このパーツがザクッと入るようになってるんで、そこに入ってないだけだと思うんですが。違う。怖いのが見えちゃった。ここの爪が、こう水平に、このライトが水平になってないと入んないんですけど、これわかりますね。このライトのスリット、ギザギザのこう模様が入ってますけど、これ斜めってますよね。こっちは綺麗に入ってますね。これ、ライトのなんかカットラインみたいな。こっちに斜めってますよね。これで多分うまくはまってないですわ。じゃあ一回外しましょう。はい、これ一回外してみますと、そうですね。ここが、ほら、ちょっと一回外すか全部。こっちは綺麗にはまってるんですけど、こういう感じで。ここが。こっちがずれてました。ここは、こうですね。ここが入ってませんし、ここが。なんかおかしいなと思ったら、下の台座もはまってないですね、これ。これ、あの人力ずくでやったな、これ。もう、分かっちゃいますね。ここにポッチがあるんですよね、これ。このポッチが、ここにはまんないといけないですね。だから、ちゃんとこれを見て、いいですか ?R さん。これ。はまんないなと思ったら、ちゃんと形とか、状況をよく見て、冷静にはめてください。もう、目に浮かぶわ。どういう風にやったか。あれはまんないなーっつって、ふんみたいな。で、やったと思われますね、これは。ふんうわぁ。嫌なもん見ちゃった。こっち綺麗にはまってるなと思ったら、このライトのクリアパーツは綺麗にはまってたんですけど、これ、思いっきり斜めになってました。後ろのリフレクターのパーツが、この丸いドーム状の黒いパーツが。これ両方やり直しですね、これは。外して、すみません、ちょっと見えづらいと思うんですけど、ここにちゃんと、落ち着いてよく見ればわかる場所だと思うんですけど、こっちがですね、ここのスリット、隙間にちゃんとはまんないといけなくて、それを今ちゃんとはめました。で、このライトの、こっちをこの隙間に入れると。で、こっちも同様ですね。同様に見つけて、これでスムーズにはまるはずです。で、これですね。これをこうはめていくと。はい。R さん、こうですよ。綺麗にはまるでしょ？こうやってやれば。これで OK です。もう一個宿題。ここはね、貼りましょう。S マーク。これ大事ですよ。S マークちゃんと貼りましょう。で、ちょっと怖いんだけど、これ。ここ多分あれですよね。接着剤で取り付けました。ちょっと曲がっちゃってるんで、直しておきますか。これ細かいところをね、ちゃんとしていくと、車体から醸し出されるオーラがだんだん変わってくる。
ね。ここもちゃんとついたし。このフロントガラスもちゃんとついたし。醸し出されるオーラがだんだん変わってきました。ちょっとテストしておきたいなと思うんですけど、ライトが先ついてなかったんで、そこだけ気になりますね。で、やってんな、これ。皆さん、これ気をつけてください。多分ね、組み付けしてるときに、なんか他の動画でも何度かお伝えしてる部分ではあるんですが、見てください、これ。危ないです。LED、危なくはないか。つかなくなるだけなんで、LED だから。危なくはないですけど、これがつかなかった原因ですね。この LED の足を出てるじゃないですか。ここはですね、くっついちゃってました。ここを、ちゃんと広げて、つかないようにしてください。この状態ですね。この状態にしてあげないと、こことここ、プラスとマイナスがくっついちゃうと、つかなくなっちゃうんで、これは気をつけましょう。これでつくでしょ。一応チェックしときますか。これは、この基板の場合、ここです。右上。ここに挿して、で、ちょっと大変だけど、このバッテリーもちゃんと戻して、で、バッテリー挿して、で、スイッチオン。はい。つきましたね。これどうやって見せたらいいんだ。ぐしゃぐしゃなんで。ぐしゃぐしゃ。はい、はい。これ見えてますね。これで、バインド待ちの点滅状態で LED 光ってますので、大丈夫です。はい、これでチェック完了と。じゃあ、またちょっと基板からコネクタ外して、ライトのコネクタも外して、車体の方見ていきます。じゃあ、まず、一番気になる、プロペラシャフトから行こうと思ったけど、よく考えたら、今回ね、この、リーフスプリングがちょっと、もうちょっと、張りが欲しいなっていうのがあるので、そこを調整しましょうか。お！フロントが可愛い間違いがありますね、これ。金属のリーフスプリングで、下にプラのリーフスプリングっていうのが正しい組み方なんですけど、それ逆になっちゃってますね。あるかな、これ。ほら、この、上に黒いプラのリーフスプリングで、その下に金属のリーフスプリングっていう組み方になっちゃってるんで、これ逆ですね。これ直しましょう。はい、じゃあ、ここですね。ここ外します。ここ外します。そうすると、こうなるじゃないですか。ここはビヨーンって。サーボも外しときましょう。サーボ外して、これもこれ見ながら同じ作業してる人いないかもしれないですけど、そうですね。この抜いたら向き間違えないように戻せるように覚えておいてください。この向きで見たら一番、基板の外側がマイナス、茶色です。これ抜きます。そうすると、この線が伸びるようになるので、これでここがビヨーンと、こういうことですね。この状態。いやー、でもこれ実際やると、R さん、女性ながらに、超初心者の女性ながらによく頑張ったなと思いますね。ちゃんと組んだろう。でも、ちょっと惜しかったのは、こうですね。リーフスプリングの順番が、ちょっと違っちゃってたんで、こう直します。で、これのせい、ここが逆になってたせいもあって、なんかちょっと変な感じだったかな。ストロークの感じが。
はい、じゃあ、これですね。これの入ってる場所が違ったんで、これは下ですね。車体の。だから、こうなって、こうなって、で、こうですね。はい、順番を入れ替えました。上下。金属のリーフと、黒いプラのリーフを入れ替えました。で、反対側も一緒ですね。反対側も同じように位置を直します。そうですね、これ、やっぱり今、ちょうど外して逆の状態のままにしてるんですけど、この反り具合が全然金属と樹脂のやつで違うので、こう、やっぱり、組み方間違えちゃうと、バネが、この白い樹脂の板バネの反り具合の方が少ないので、金属の板バネをこれで押さえちゃって、板バネがですね、伸びちゃう方向に変形しちゃうというか、押さえつけられてしまうっていう感じになっちゃうので、これ良くないですね。はい、じゃあ、順番入れ替えて、これも組み直します。はい、この辺、多分、あとは大丈夫そうなんで。もちろんこのアクセルの中はちょっと開けてみないとわかんないですけど、一応、動画見ながら頑張って組みましたって言ったんで、そこは R さんを信じて、このまま開けずに一旦戻します。これ開けて全部やり直しちゃったら、あれですもんね。なんかせっかく作ったのに、動かす前から全部直すなよってことにもなるので、あえてこれはそのままいきます。これで、そうですね。こう戻して、ちょっと、ここの反り具合足りなさそうなんで、ちょっと別動画で紹介してたんであんまりやらないですけど、ここですね。この板バネを、ここ好みとか、考え方、セッティング、いろいろあるので、これが正解っていうのはありませんので、あんまり多くは語らずでいきますけど、ちょっと、この反り具合ですね、を調整して、誰でも一緒かなっていう気をつけるポイントとしては、左右の反り具合をですね、同じにするっていう。片方だけすごい反ってて、片方だけまっすぐっていうのはやっぱりおかしいので、そこは揃えた方がいいかなっていうのはあるんですけど、あとは好みと、あと車体の重さにもよるので、ちょっとまた後でそこは説明します。一旦これで組みます。じゃあ、サーボのコネクタだけここから通しながら、ここですね、ここに入り口があるので、ここから通しながら戻します。こんな感じで。こっち側も曲げとこう。ちょっとクックって、ちょっと曲げときます。これで、単純に元通りにするだけですね。はい。ここも、直して、ちょっと弱いかなって感じですけど、ね。ちょっと一旦組んでからにしよう、これは。いや、大丈夫そうですね。この、ちょっとポヨンポヨンってして、ちょっとこう、戻りがある。これ、もちろんボディ乗せた状態でですけどね。ここで見るとわかりやすいと思います。ここ。シャックル。これがですね、あんまりバネ突っ張りすぎると、ほぼ垂直になっちゃうんですよ。これは、置いた時に少し斜めになるぐらいがいいですね。そうしないとこのリバウンドって言って、戻りが全然なくなっちゃうんで。あとこれ、リアもですね、よくタイヤすごい内側に入っちゃってるんですけど、お問い合わせというか、ご質問というか、あったりするんですけど、これもですね、ここの調整が突っ張りすぎてると、車高がピョーンってもう、ここですね、このシャックル。これが、置いた時に、ちょっとこう斜めってるのがいいんですけど、置いた時にこうなっちゃってる場合があるんですよ。そうすると、結構ボディこうやって乗せた時に、
こうやたらとこっちに行っちゃってるみたいな。こう、タイヤがこっち側にあるようになっちゃう。まあもちろん構造上、車高を上げたりとかこう突っ張っちゃったりする。そうなっちゃうの。ある程度はですね、しょうがないんですけど、結構そこが原因っていうのが多かったりするんで。もしたまたまこの動画、ここを見ていただいてる方いたら、気にしていただくといいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、このまま一旦進めていきます。じゃあ、これ、マイナスが外側。茶色が基板の外側ですね。今画面で言うと右側。戻してあげて、なんかここやたら緩いなって。まあちょっと緩いんで、ちょっと締め直しておきます。で、次に見ていきたいのが、このちょっとね、ハの字になってるのが気になりますね、まず。ちょっとこれ画面だと分かりづらいかな。ちょっと、この、下が開いてるんですよ。ちょっとですけど、これが、ちょっとこうやって開いてるんですよ、こうやって。なので、その場合は、ここですね。ここを少しだけ、ほんの少しですよね。今、こう、外開きになってるんですよ、前タイヤがこうやって。それを、こっちが狭くて、こっちが広いってなっちゃってるんで、ここを、その場合は、ちょっと絞るっていうか、こう、短くすると、前が縮まるんで、それでちょっと調整したいと思います。まあ、それは結構簡単ですね。ここを取って、で、1、2、1、2ぐらいいいかな。それぞれ2回転、締め込む方向に締めました。で、戻す。こんなもんかな。あ、いいですね。ちゃんとこう、まっすぐになりました。左右が平行って感じで。まあ、ここも考え方とかいろいろセッティングとかあるんですけど、僕はクローラー系の車の場合は、基本全く平行みたいな感じにすることが多いです。なので、R さんも多分この辺は、トーインとかトーアウトとか言うんですけどね。もちろん詳しい方は知ってると思うんですけど、多分 R さんは超初心者なんで、なんじゃそりゃって感じなんで、僕は勝手にまっすぐにしておきます。はい。じゃあ次ですね。今回結構大きいところだったんですけど、最初に説明したトリム調整をしてもまっすぐにならないっていう状態がありましたので、これですよね。これちょっとバッテリーつながないと説明が難しいので、正直若干めんどくさいんですけど、しょうがないな。動画なんで、動画で説明しながらやるんで、そうですね。これ、そうですね。はい。ちゃんとちょっと一回撮りましょう。これ撮ります。これ皆さんご自身でやるとき、これ多分必要ないですけど、今回動画で説明しながらなので、さっきせっかくこれスルスルにしたんですけど、一回撮ります。撮って、この線ですね。これを摘出して、この画面でいう、この向きで基板を見たときに、よく見ると電源みたいな感じが見えるんで、これはわかりやすいと思うんですよ。ですね。うわぁ、カメラ全然ずれてた。すいません。今、ここに刺しました。これ。この摘出した配線をここに刺しました。まあ、もともと刺さってた場所ですね。そこに、押しました。で、電源ですね。ペラシャついてないし。まあいいや。これは後でやります。電源オフ確認します。バッテリーつなげます。電源送信機オン。車体もオン。ペアリングします。で、これ今、このトリム調整が一番右にひねってあります。これ以上右に行かないというところまでひねってあって、やっと若干まっすぐに状態なので、これを、まず、
これ確か、メタルアップグレードパーツセットの組み方みたいな動画で説明してたと思うんですけどね。してたと思うんですけど、これはですね、今一番右までひねってるんですけど、これを、真ん中、このね、このマイナスマークみたいなのが真ん中に来る。これで、こう、どっちにも同じぐらい調整ができるはずなんですよ。違うわ。ごめんなさい。ここだ。ごめんなさい。どっちにも同じぐらい、こう回せるぐらいのとこがあって、それが、このマイナスマークがちょうどこの水平になるみたいな。さっきごめんなさい。垂直にで説明しようとしてた。水平。ここですね。これで、こっちに回しても、左に回しても、右に回しても同じぐらい動くっていうところがあって、それの水平の状態。これがニュートラルなんですよ。で、これ今、ニュートラル真ん中ですね。このトリム調整がど真ん中。でもちろんこれ操作しない状態。で、こんなに曲がっちゃってですね、これ。こうやって。で、当然、こんなんなっちゃうんですよね。でこの状態で、これをまっすぐにしたいんですよ。ということは、この状態で、これはちょうどいいですね。これも結構いろんな動画で、ご説明してるんですが、改めて。これ今ニュートラルの状態で、これがほぼ垂直ですよね。このジムニーの車体の場合はこれが理想です。なぜかというと、このサーブホーンの次に行くリンク。これですね。このリンケージが、このサーブホーンとこの次のリンケージが垂直の関係っていうのが、理想的なんですよね。で、今、ほぼほぼそうなってるんで、この車体の場合は、これで大体いいんですが、次に問題なのが、これが斜めってる。タイヤが斜めってるっていうことなので、ここの長さで調整してあげたいっていう状態になります。ちなみにちょうどいいので、ちょっとわかりづらいんで、もう一個紹介しておきますね。この車体。さっきジムニーの場合は、ニュートラルの状態で、ちょっと見せづらいですね。ジムニーの場合はニュートラルの状態で、このサーボホーン。これですね。この車体の場合、この白いやつ。これが垂直状態が好ましいって言ったんですけど、この車体の場合、斜めが、ニュートラルの状態で斜めが望ましい状態なんですよ。なぜかというと、サーボホーンの次のこのリンケージが、ちょっとへの字になってるんで、分かりづらいですけど、ここのリンケージの中心、支点ですよね。ここと、ここの支点の点を結んだところを直線で考えてほしいんですけど、今言った支点と支点を結ぶと、直線で結ぶとこうなりますよね。この直線に対してサーボホーンが垂直であってほしいんですよ。なので、この車体の場合は、サーボホーンの次のリンケージが斜めになってるんで、この支点と支点、繋いだときに、直線で考えたときのこの直線に対してサーボホーンが垂直っていうのが、望ましい状態なんですね。これで左右の切り角が、なるべく均等になる状態っていう風になるので、これちょっと覚えておいてほしいポイントかなっていう、ちょっとRC カーを組み立てるときに、ちょっと難しいところなんですけど、このサーボホーンがキュイキュイって動くじゃないですか。動いたときに、このサーボホーンの次のこのリンケージに対して垂直であるニュートラルの状態ですね。まっすぐ、タイヤがまっすぐ向いた状態で、ここが垂直になるっていうのが望ましいです。特に、この車体みたいなパターンの時にちょっと難しい部分なんで、押さえておいてほしいなと思います。はい。じゃあ、ジムニーさんに戻りますね。じゃあ今、これニュートラルの状態です。で、ここ外します。だいぶ長くした方がいいですね。ここ外しました、今。で、これが、今この状態でまっすぐにしたいんで。ってことは、今、
ここ見てもらうと、ここにいたんですよね。でこれが、タイヤが今、ちょっと画面で分かりづらいですが、左に向いてます。左に曲がるような状態で、タイヤが左に向いてますが、ここが垂直の時に、こうタイヤがまっすぐ向いてほしいんですよ。今これまっすぐにしました。ことはここ今5ミリぐらいですよね。5ミリぐらいずれてたなーっていう感じなんで、ここをまっすぐにしてあげます。なので、もうちょっと外しづらいですけど、外しました。外して、5ミリぐらいこれを長くすればいいなっていう状態だったので、どれぐらいがいいかな。確かこれ1回転で 0.5 ミリぐらいこうずれるんで、0.5 で5ミリにしたいから、合計10回転か。じゃあ、こっちがちょっとギザギザが多く出てるんで、こっちを3回転ぐらいにしとこうかな。1、で、2、3。こっちがギザギザの出具合がちょっと少なかったので、こっち多めに、7回転か。だから、これ半回転。1、2、3、4、7。結構回しましたね。でも、これぐらい、R さん強えな。これ結構力ないとこんな閉まんない。さすが力持ち。これで一回戻してみましょう。パチッとはめて、で、ここはネジ止めだったんで、ネジを戻します。ちょっと伸ばしすぎたかな？カメラ斜めってるし。ごめんなさいね。ちょっと今回いっぱいカメラの視点を動かしてる。ちょっと、時々斜めってたかもしれない。今も斜めってた。これ今、ちょっと、フォルム調整して、若干垂直じゃなかったね。今垂直にしました。ごめんなさい。やりすぎました。今度右向いちゃった。ダイヤが。こんな感じで。ちょっと長くしすぎましたね。短くしましょう。これは、今こっちのギザがいっぱい出てるんで、こっちを絞っていきましょう。1、2、ちょっと回しすぎたんで、3回転ぐらい戻しました。この辺はですね、まあじっくりやるしかないので、ご自身の車体に合わせて、もし実際にこの調整やる方はですね、じっくり取り組んでください。まだまだでした。さっき5ミリぐらいかなとか言ってたら結構ずれてたかもしれないですね。もっと短くした方がいいです。この辺はちょっと本当に繰り返し調整するしかない。もうちょっと短くしますね。これで取り付けてみて、よいしょ。はい。これで、いいと思います。これで、今、サーボホンほぼ垂直。まあ、この垂直が大事っていうよりは、何度もすいません言ってますけど、このリンケージですね。この車体の場合、サーボホンの次に繋がっているこの短い方のリンケージ。これとサーボホンが垂直状態です。で、この状態でタイヤがまっすぐ進む方向に向いてます。これが理想です。で、ステアリングを操作すると、これが、ちゃんと左右均等に打角が動いてますと。で、このジムニーの場合、このステアリングのエンドポイントの切り替えがついてますので、これをですね、一応チェックしておきます。これ今、こういっぱいに切った時に、この状態ですよね。で、この状態で、今これ切ってます。切った状態で、あえて切ってますよ。わかるように。別にこれ、ニュートラル状態でもいいんですけど、ちょっと動画でわかるように、あえていっぱいに切ってます。で、このまま、切ったまま、ちょっとやりにくいですけど、いっぱいに切ったまま、この、最大の切れ角、ステアリングのエンドポイントの、マックス、ミニの切り替えボタンを押します。押しますね。せーの。
はい、押しました。そうすると今これがピコってさらに切れるようになりましたね。これで、まあ、取説にも書いてあるんですけど、ノーマル状態だとこれはやらないでください。切れ角がそこまで対応できてない車体側が。で、メタルアップグレードパーセット組むとめっちゃ切れるようになるんで、切れ角が。この状態で、おう、この状態で動きますって言おうと思ったら、プロペラシャフトついてないんだ。ちょっと順番間違えましたね。ごめんなさい。ちょっと今、とりあえずこれつけましょう。プロペラシャフト。一旦つけちゃいます。つけて、で、この D カットですね。D カットって言って、この真鍮の金色のシャフトのところに平らな部分があるので、ここめがけて、このネジを締め込みます。はい。で、この時に、本当はネジロック剤を塗るんですけど、ちょっと一旦仮止めにしときますね。これで、はい。動きますね。で、ステアリング切ります。で、この最大切れ角を、これさっき一回押してるんで、マックスになってます。それでも、こう、ちゃんと動いてますね。ここいいんじゃないですか？ここもちゃんと走るんじゃないですか？あ、走りそう。走りそうです。多分大丈夫。これちょっと、ドラッグブレーキのせいか。びっくりした。いや、大丈夫です。大丈夫です。早く動画を終わりたい。やば、今本音が出ちゃった。はい。じゃあ、これで大丈夫そうなんで、すいませんね。なんか本当はもうちょっとサクッと終わるかなと思って。結構やっぱり、しっかり解説すると長くなっちゃう。これで、まあ、大丈夫かなと。じゃあ、あとは、このステアリングの見直しも、まあ、できましたので、もちろん、実際に走らせてみて、もうちょっと微調整とかが必要になる場合もあるんですけど、一旦この卓上でのチェックはこれで、まあいいかなっていう状態になりましたと。で、あとはちょっと気になってたところが、リアですよね。リアが底付きしちゃってたんで、このボディとか全部乗せた状態、重量物全部、ちょっと一旦仮で置きますよ。仮で全部置いた状態で、そうですね、このボディまで全部乗った状態の重さ、これで、ここが戻りが、ないというか、悪いというか、こういう状態だったんで、この状態ですよね。これもちょっと見直しておきたいなと。はい、じゃあちょっとスイッチ切りましょうか。電源オンのままのメンテナンスが危ないので、しっかり今、電源オフにして、バッテリーも外します。バッテリー外しました。これ単純に、まあ、これもリーフスプリングの調整っていう動画で説明してたと思うんですけど、このリアはですね、フロントは逆付けになっちゃったんで、プラのリーフと金属のリーフが上下逆についちゃってたんで、それが良くなかったんですけど、リアはですね、順番は合ってます。なので、単純に曲げ具合の調整ですね。なので、この内側のピボット、このネジ止めされているところ、ここのネジを外します。で、反対側も外します。で、ここ一回脱臼させます。抜きます。で、こうなるじゃないですか。で、この状態で、今ちょっと見ると、ここのカーブは結構急なんですよ。で、こっちがなぜか結構まっすぐになっちゃってるんで、こっち側をちょっと癖付けして、強く曲げ直します。こういう風に。
ちょっと何箇所か。今、ここで曲げる。で、親指ずらしてここでちょっと曲げる。さらに親指ずらしてここで曲げるというような作業をしてます。ちょっと慣れてない方は、僕なんか手っ取り早いこの手でやっちゃってますけど、慣れてない方は、細いラジペン、先の細いラジペンとかで、こう、グッグッと。まあ、なんだったらタイヤも外して、左右、横からこう見て、しっかり曲がり具合がチェックできる状態で、同じようなしなり具合に調整してください。ちょっとこれ他の動画で詳しくやってるんで、今パパッとやっちゃいますけど、はい、これで結構強く曲げ直して、左右曲がりが同じぐらいになりましたという状態になったので、これでちょっと戻していきます。さっき脱臼させたところをもう一回つなぎ直して、つなぎ直しつつ、リーフですね、元に戻していきます。この作業、タイヤ外した方が楽ですからね。実際ご自身でやるときはタイヤを外してゆっくりじっくりやることをお勧めします。今日はもうちょっと早く撮り終わると思ってたのに長引いちゃってるから、タイヤ外させてやってますけど。はい、これで、結構曲げ直したんで、ギアがさっきより全然ポインポインって感じになりました。ただ、途中で言ってたように、今、重量物何も乗ってない状態だと、もうほぼ垂直になっちゃってますね。これあんまり良くないです、正直。突っ張りすぎ。で、実際にこれで物を乗せてみます。実際この辺取り付けるじゃないですか。で、この重み、バッテリーもか。バッテリー含む。で、内装を乗せる。ボディも乗せる。これで今、どうかな、ちょっと待ってくださいね。で、そうですね。これで、ちょっとリバウンドがある。この状態。で、押しても、ちゃんと、戻る。はい。これが理想的ですね。これ、必要に応じて何度かやらなきゃいけないんですけど、今回たまたま一発でいきました。この、ちょっと戻る。これが結構大事なんですよ。で、もちろん押し下げた時も、ポヨンと戻る。これが理想ですね。これよくあるのが、この状態になっちゃう。突っ張っちゃって、バネを強く曲げすぎると、こうずっと突っ張ってるみたいな。これはあんま良くないです。この状態がですね。はい。いいじゃん。あと組み立てるだけじゃないですか。はい。じゃあ組み立てます。まあ、組み立てちょっと飛ばしちゃおうかな。組み立てはじっくりやってもしょうがないんで、飛ばしちゃいますね。よし。できた。完全にできました。疲れたな。あとこれか。ここの芋ネジ、ネジロック剤をちゃんとつけて取り付けましょうっていうところぐらいでしたよね。あとなんか後で説明しますみたいなのありましたっけ？ちょっと抜け漏れあったらごめんなさい。これで一応完成しましたと。で、ちょっともうね、結構夜になっちゃったんで、これで実装テスト外でやりたいなっていうところだったんですけど、ちょっと今回の動画ではすいません。これで終わりにしたいと思います。で、あと、ここがね、ちょっと戻り、今も動いちゃうな。戻りが若干悪いなっていうのが、さっきちょっと組み立てながらあったんですけど、これ。ちょっと戻りが悪いじゃないですか。これはですね、ちょっとグリスアップした方がいいかもしれない。多分ここのね、プロペラシャフトとか、こうストロークした時にここスライドして動くんですけど、この辺がですね、今パッと見、グリスアップしてねえなっていうのがあったんで、グリスアップはちゃんとしましょう。ついでにここも打っちゃえ。ここするのが好きな人と嫌いな人いるんですけど、僕はしちゃいます。なんでかっていうと、砂、ほこり、呼ぶから嫌だっていう人結構、そっち派の人もいます。僕はグリスアップしちゃう派です。ごめんなさい、今ちょっとカメラ映ってなかったな。
このシャックルの動くところ。ここと、ここと、あとこっちのピボットの動くところ。ここら辺、僕は、これやってます。デューロの液体の方、固形の方じゃなくて、ペースト状の方じゃなくて、オイルですね。オイルを刺してます。結構これ、ほんといいんですよね。これ、そんなに、まあもちろん何もつけてないのに比べると、土ぼこりみたいなの呼びますけど、まあ、それでも比較的マシな方っていうか、むしろこの動きが、このポヨンポヨン感、これが結構持続するんですよ。今これ刺しただけで、こう戻らなかったのがポインポインになりましたね。ヨヨヨンっていう。これ結構、これがかなり持続するんですよね。もう完全にちょっと宣伝になっちゃってますけど。でも、ここほんといいっす。ほんといいっす。で、ついでに前もやっとくか。前も、ちょっとさっき映ってなかった。ここですね。この、ピボット、動くところですよね。ここに、ほんと、それぞれ一滴ずつでいいんで、こう、打っときます。このシャフトですね。このシャフトも、打っときます。はい。これでポインポインっすわ。はい。ですね。これだけでほんとだいぶ違いますよ。おー、いい動きになった。これは走るなって感じですね。はい。じゃあ、一応、最終的な動作チェック。ちなみに、もう瞬間接着剤で、多分これも動画を見て頑張ってやってくれたと思うんですけど、ちょっとタイヤ歪んじゃってるかな。つけるときにちょっと歪んじゃってるかなって。まあまあ、別に、クローラーなんでね、そんな、大丈夫です。これぐらいなら。ここかな。ここはちょっと歪んじゃってる。大丈夫です。キャップ取れかかってる。はい。大丈夫です。うん。これでちょっと一応テストは、動画外になっちゃいますけど、します。で、なんか問題あったらまた別途動画にするかもしれないですけど、このまま、全然走るようになったわっていう感じだったら、ステアリングも問題ないと思いますし、このまま問題なく走るようになったわっていう感じだったら、もうこの動画で終わりになるかなと。で、ちょっと宿題を出しといたんで、最後に宿題だけまとめると、まず、ウィンカーか。ウィンカーをクリア系の何かで塗りましょうと。ここはクリアオレンジか、クリアイエローか、スモークがいいと思います。で、バンパーつけてなかった。ごめんなさい。リアバンパーもちゃんとつけましょう。後でつけてきます。後で。つけてきます。リアバンパー、ここですね。このレンズも、できれば塗り分けをして、新兵磯野さんに教えてもらいながらやってください。僕はちょっと長野なんで、本社にいる、新兵磯野氏に教えてもらいながら、こう塗り分け、あの人上手なんでも、できればしましょうと。で、あとは、シール。これね、今、シール何も貼ってない状態なんで、ぜひ、これがいいよっていうなら全然このままでもいいんですけど、もしよければ、ぜひシールをいろいろペタペタ貼って、ステッカーチューンを楽しんでみてください。で、あとここが、この S マークはですね、これは、貼ってください。はい。はい、以上かな。いや、これ、オーラが出たぞ。結構よく走りそうだなっていうのは、ちょっとなんかね、オーラが違うんですよ。オーラ出ましたよ。ここがちょっとオーラ減ってるな。はい。オーラ出ました。今回の動画ですね。ちょっと思ったより長くなってびっくりしたんですけど、プルプルですね。いいですよ。はい。思ったより長くしてちょっとびっくりしたんですけど、これで、社内のですね、超初心者の、もう、名前、イニシャルが出ちゃってます。R さんのマシンの手術がですね、終わりました。というわけで、今回ですね、お手紙をいただきました。R さんのこのマシン、ガレージに入庫して整備の方が完了しました。じゃあ、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴い
ただきまして、すごい長くなっちゃったんですけど、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。じゃあ、R さん引き続きこれ頑張ってください。今回の動画以上になります。ありがとうございました。